皆様、こんにちは。日本人の心に深く刻まれた物語、忠臣蔵。忠臣蔵には派手な討ち入り以外にも数多くの人間ドラマがあるのです。今日ご紹介するのは、そんな四十七士の一人、神崎与五郎のお話です。皆様は本当の強さとは何だと思いますか？売られた喧嘩を買うことでしょうか？それとも腕っぷしの強さを見せつけることでしょうか？この物語を知ればきっとあなたの強さに対する考え方が変わるはずです。ならぬ堪忍、するが堪忍。主君の無念を背負い、あえて弱き者として頭を下げた男と、その姿に人生を変えられた男の物語です。時は元禄、赤穂藩士神崎与五郎則康。彼はもともと俳句を好む風流人でありながら、理不尽なことには決して黙っていない気性の持ち主であった。若き日の彼はその短気さゆえ、同僚と揉め事を起こすこともしばしばあった。そんな彼を諭したのが他ならぬ主君浅野匠の神であった。ある日、浅野は神崎を呼び出し、静かにこう言った。与五郎よ、感情に任せるだけの行動は匹夫の言うである。ならぬ堪忍、するが堪忍という言葉を知っておるか。真の勇気とはどうにも我慢ならぬことを、それでもじっと耐え忍ぶことを言うのだ。皮肉なものであった。そう教えた浅野自身が江戸城松の廊下にて吉良上野の助への積年の恨みをこらえきれず、人情沙汰を起こしてしまったのである。主君は即日切腹、赤穂藩は取り潰し、残された家臣たちの胸には主君の無念とやり場のない悲しみが渦巻いていた。殿は我らに堪忍を解きながら、ご自身はその堪忍が破れた。その無念、いかばかりであったろうか。神崎はあの日、自分を諭してくれた亡き主君の言葉をかみしめていた。そしてこれより先、吉良の首を上げるその日まで何があっても耐え抜くと心に決めたのであった。時は流れ、元65年の8月、神崎は大石内蔵助が江戸の堀部屋兵に宛てた密書を携え、東海道を下っていた。箱根の山中甘酒茶屋でのことであった。神崎が茶店で一服していると、酒臭い息を吐きながら一人の男が近づいてきた。この辺りを取り仕切る孫の牛五郎である。牛五郎は地元でも有名な酒癖の悪い荒くれ者であった。そこの旦那、いい着物を着てなさる。それに男前でまるで役者みたいだな。どうだい、俺の馬に乗っていかねえか。雲助の籠より安くしとくぜ。だが神崎は穏やかに断った。無用だ、疲れてはおらん。まだ歩けるゆえ、馬は入りようではない。なんだと、せっかく俺様が声をかけてやったんだ。少しは付き合いってもんがあるだろう。すまぬが、私はどうも馬が苦手でな。勘弁してくれ。やんわりと交わす神崎の態度が、酔った牛五郎の勘に触った。てめえ、武士のくせに馬が嫌いとは笑わせやがる。本当に侍か。腰に刺したその刀、竹光じゃねえのか。武士としてこれ以上の侮辱はない。周囲の客たちの視線が集まる。神崎の右手が刀の塚へと伸びた。この無礼者め、一刀のもとに切り捨ててくれる。しかし神崎の脳裏にあの日の主君の声が響いた。ならぬ堪忍、するが堪忍。ここで騒ぎを起こせば、吉良への仇討ちという大事が水泡に帰す。それに比べれば、己のメンツなど取るに足らないことだ。神崎は必死に自分の気持ちを鎮めた。そしてその場にひれ伏した。いかにもどうかご勘弁願いたい。武士が町民に土下座したのである。しかしこの態度を見て、牛五郎はさらに図に乗った。侍に土下座されるとは、俺様も偉くなったもんだ。
次はこの馬の股の下をくぐってみろ。それにも黙って従う神崎と、それを見て高笑いする牛五郎。いい気分だ。だがこんな話、誰に言っても信じてもらえねえ。そうだ、詫び証文を書きな。神崎は黙って筆を取った。さらさらと見事な筆で、詫び状をしたためた。それを受け取った牛五郎は、髪を逆さに持ちながら顔をしかめた。なんだこりゃ、難しすぎて読めねえ。仮名で書き直せ。牛五郎は漢字だらけの総論文が読めなかったのだ。神崎は表情一つ変えず、再び筆を取り、今度はひらがなで書き直した。最初からこうしやがれ。そして牛五郎はまたしてもげひた笑みを浮かべた。なんだこの名は、神崎与五郎だと。これじゃあまるで神崎よかろうじゃねえか。シャレの効いた名前だ。おい、神崎よかろう、次からは気をつけるんだな。牛五郎は詫び証文を懐にねじ込み、高笑いをした。そして元65年12月14日、この日は朝から江戸中がひっくり返るような大騒ぎだった。赤穂浪士四十七士による吉良邸討ち入りである。見事本懐を遂げた彼らの名は瓦版によって江戸中に知れ渡った。この日、牛五郎はたまたま孫の仲間たちと江戸に来ており、その瓦版を手にした。へえ、赤穂の浪人たちがやったのか、大したもんだ。瓦版を読んでいた牛五郎の仲間の声が上ずった。牛五郎、ここに神崎与五郎って名前があるぞ。何、神崎与五郎だと。お前がいつも腰抜けと言ってバカにしていた侍と同じ名前じゃねえか。驚いた牛五郎は懐からすでに手垢にまみれたあの詫び証文を取り出した。そこに書かれた神崎与五郎の文字。それを見て牛五郎の顔から血の気が引いた。間違いない、あの時の侍だ。俺はなんてこと。牛五郎はその場に崩れ落ちた。あのお侍は腰抜けなんかじゃなかった。天下の大事のために俺のゲスのあしらいに耐えていたんだ。牛五郎は命がけの武士を侮辱し、詫び証文まで書かせ、それを自慢げに吹聴していた。そんな自分の愚かさを恥じた。そして本物の武士の底知れぬ胆力に牛五郎は震えが止まらなかった。侍ってのは、本物の男ってのはこういうことか。その後、牛五郎は悔い改め、頭を丸めて泉岳寺へと出向き、神崎与五郎の墓前で涙ながらに非礼を浴びた。そして生涯、赤穂浪士たちの墓守を務めた。この神崎与五郎の詫び証文は、今も泉岳寺に大切に保管されている。それは、一人の武士の忍耐の証文であり、一人の男を改心させた魂の証文でもあるのだ。いかがでしたでしょうか。ならぬ堪忍、するが堪忍。神崎与五郎はただ喧嘩を避けたのではありません。討ち入りという大きな目的のために自分のプライドという矜持を捨てることができたのです。本当に強い人は力をひけらかさない。そしてその真摯な姿は時を超えて人の心を変える力を持っています。牛五郎を変えた神崎与五郎の詫び証文。もし機会があれば泉岳寺を訪れてその歴史の重みを肌で感じてみてください。この動画が面白かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。